旅行の持ち物にあれこれ買わない、物を増やさないが普段の私のモットーなのですが、今回はそんなドケチな私でも購入して、そして愛用している旅行が快適になるアイテムをご紹介します。パッキングを楽にする収納アイテム、機内で疲れをためない快適アイテム、滞在先でスマートに動けるアイテム、家でも旅先でも究極のマルチユースアイテム、子連れ旅のお守りアイテムの順にご紹介しますので、ご興味のある箇所から見ていただけたらと思います。さらに動画の後半では、実はこれ買わなくてよかったなという失敗アイテムも紹介します。ぜひ最後までご覧ください。まずはパッキングのストレスをゼロにしてくれるお役立ちアイテムからご紹介します。3、4泊以上の旅行でほぼ毎回使うのがこの吊るせるトイレタリーポーチです。このポーチの何がいいかと言いますと、容量がすごく大きめで、浴室で使う石鹸とかスキンケアとかコンタクトレンズとか、あとは子供が使う洗面用具まで、これ一つに全部まとめられるんです。このポーチを使う前は小さなトイレタリーバッグと、あと入りきらなかったものを小さなポーチに分けて持っていったのですが、それだとパッキングでぐちゃぐちゃになるし、現地について何がどこにあるのか探すのが大変だったので、この大きいポーチを買ってからはそのストレスが減りました。あとはフック付きなので、開いてそのままホテルのタオル掛けとかに吊るして使えます。透明のポケットで中身が全部一目で見えるので、開いたまま吊るしておくと洗面台のスペースを占領しないし、朝の支度も早くなります。そして衣類にはこのパッキングキューブがおすすめです。パッキングキューブには何か特別なこだわりがあるわけではないのですが、Amazon でパッキングキューブがいろいろ種類が売られている中で、これがコスパ良さそうだなと思って購入しました。パッキングキューブ大中小の3つと、ポーチの大中小3セット合計6つのセットになっています。このパッキングキューブのいいところは、薄手の生地でできているので軽くってかさばらない点です。そしてこのポーチが地味に役に立ちます。小さな S サイズや M サイズは子供の着替えをワンセット入れるのにぴったりで、移動時に機内持ち込みバッグの中に入れています。そして L サイズは A4 サイズが入るので、こちらもいろいろな用途で使えます。ただこれ外側にランドリーポーチと書いてあるのですが、洗濯物入れとしては使ったことはありません。帰りのパッキングで地味に使えるのが洗濯ネットです。サイズをいくつか持って行って仕分けしておけば、家に帰って汚れ物をそのまま洗濯機に入れられるし、あとは海外でコインランドリーとかで洗濯する時も、海外の洗濯機ってどのくらいの力加減で洗うのかわからないので心配という時は、ネットに入れて洗えば気持ち安心です。旅行にはこんな色付きのものがおすすめです。洗濯物を持ち帰る時、洗濯ネットに入れる人、ビニール袋に入れる人、いろいろいると思うんですが、大事なのは中身が見えにくいことです。旅行中って意外と人前でスーツケースを開ける場面が多いんです。帰りにお土産を買ってしまいたいとき、飛行機のチェックインで重量オーバーと言われて荷物を整理するとき、あとは検疫で荷物チェックに引っかかったとき、こんなとき他の人の前でスーツケースの中身が大公開されてしまうのですが、色のついたネットに洗濯物をしまっておくと、ぐちゃぐちゃに入れた汚れ物を他の人に見られる心配もなくて安心です。昔私がヒヤッとしたのは、上海の空港でチェックイン時に預け荷物が検査対象になってしまって別室に連れて行かれたのですが、私の後ろにもたくさん日本人のビジネスマンが並んでいて、彼らの前でスーツケースを開けることになって気まずい思いをしました。同じ国から来た人に荷物の中身を見られるのはなぜかさらに気まずさが増します。ちなみに別室行きになった理由は、衣類にくるんでいたお酒の瓶でした。今私がお見せしている商品は大小各サイズ6個セットになっていて、旅行の日数や人数に合ったサイズを持っていけるのが便利です。値段は100円ショップに売っているネットと比べればお高めなのですが、生地が結構みっしりとした厚手で、チャックももう何年も使っているのですが全然壊れなくて丈夫な作りになっています。次に機内で疲れをためない快適グッズをご紹介します。まず着圧ソックスです。ドクターショールのフライトソックスコットンフィールという商品になります。何年も愛用しているフライト用の着圧ソックスです。
だいたい4、5時間を超えるフライトの時は履くようにしています。これを履いている時の方が飛行機から降りた後の足のだるさが軽減されている気がします。何回か洗濯すると毛玉がついてきてしまうのが難点なんですが、日本の某代表的ブランドの商品よりもお求めやすい価格で、あとはこの丈が膝下までの長さなのが場所を選ばずに履けて気に入っています。次が有線のイヤホンです。普段は AirPods を使っているのですが、夜便などで照明が消されるようなフライトでは有線のイヤホンを持っていくようにしています。Bluetooth イヤホンの方が確かに開放感はあるのですが、フライト中暗闇の中でポロッと落としてしまうとなかなか見つけるのに苦労します。スマホもしかりです。座席の間にスマホを落としたとかなると、狭くって暗い座席で探すのが大変なんですよね。スマホと有線イヤホンをつないで使っていれば、どちらも落とすリスクが減るのでおすすめです。次が Kindle です。読書ってストレスレベルを下げる効果があるらしいです。私は移動中に面白い本を読むとあっという間に時間が過ぎて、あと本当に気分もすっきりするんですよね。なので旅行には必ず Kindle を持っていくようにしています。本当は紙の本も好きなんですが、この端末がとにかく軽いので旅行に行くときは Kindle 一択です。次がネックピローです。これは正直すごいおすすめというわけではないのですが、長めのフライトではネックピローってないよりはあった方がいいので、やっぱり持って行っています。ネックピローっていろんなタイプのものがありますが、空港を歩いている時とか移動中は邪魔になるので、使わない時は小さくできる空気を入れるタイプのものがいいかなと思います。自分で入れる空気の量を調節して好きな硬さにできるのもクッションタイプにはないメリットです。私が使っているこれは Amazon で購入したもので、手でここのボタンをプレスして空気を入れて、そして使い終わったらこちらのボタンを押しながら潰して空気を抜きます。使わないときはこんなに小さく畳むこともできます。そしてこのカバーがコットン素材で、ここから中身を取り出してカバーだけ洗濯することもできるのが便利です。次に滞在先でスマートに動けるグッズのご紹介です。ミニ財布です。これももう4年くらい旅行で愛用しているお財布なのですが、海外ですっごく使いやすいんです。おすすめポイントがここの小銭入れの部分です。パカーッと開けると中身がよく見えるんです。海外旅行でお金を払うとき、特に迷うのが小銭だと思います。どのコインがいくらなのか分かりにくいですよね。旅行中小銭はどうしても溜まってしまいがちですが、支払いの時に小銭が見やすいとそれも防げます。小銭入れ以外の部分はこんな感じで、カード入れは1、2、3、ここの3面に2つずつポケットがあるのと、小銭入れの部分の後ろにも1つポケットがあります。シミ取りシートです。私の旅行あるあるなのですが、真っ赤な辛い食べ物を食べるときに限って白い T シャツを着ている。そして食べていると必ず小さいラー油色のシミができている。皆さんも旅先でスープとかコーヒーとかこぼして焦ったことありませんか？このシミ取りシートは個包装でかさばらないので、絆創膏とかと一緒にポーチに入れておくといざという時に便利です。私は Amazon で購入するのですが、25個入りで600円ちょっとぐらいなので、少しのシミでも気兼ねなくガシガシ使っています。次に家でも旅行先でも使える究極のマルチユースアイテムのご紹介です。こちらはアンカーのコンセント一体型のモバイルバッテリーです。急速充電用のコンセントが一体となったモバイルバッテリーです。これ一つでコンセントからの充電もモバイルバッテリーでの充電もできるので、家でも旅行先でも重宝しています。このコンセントを使ってスマホを充電して、そしてスマホの充電が完了したらモバイルバッテリーへも充電がされるようになっています。私が使っているものは一昔前のモデルなのですが、現在販売されている新モデルはコンセントとモバイルバッテリーに加えて、あとはケーブルもついているタイプになったみたいで、本当にこれ一つでスマホの充電が解決されるようです。松山油脂の全身保湿クリームです。
以前の動画でも何度か紹介している顔にも体にも使える保湿クリームです。普段家でも使っているのですが、全身に使えるのに加えて大人も子供も使えるマルチユースな点が旅行にぴったりで、子供が生まれてからもう何年もリピートしているし、旅行にももうこれごと毎回持って行っています。マジックソープです。ご存知の方も多いかと思いますが、とにかくいろんな用途に使える石鹸になります。お風呂では顔と体に使えてメイクも落とせて、あとは洗濯用洗剤として手洗いする時には使えるし、食器洗いとしても使えるので、このソープを持っていくだけで旅行先でいろいろな用途に使えます。私が特に便利だと思うのが、旅行先で水筒をちょっと洗いたい時とか、洋服が少し汚れて手洗いしたい時にこのソープをほんの少し振りかけて使うだけで、かなり泡立ちが良くて綺麗に洗い落とせます。一度に使う量も少ないので、毎回小さな容器に詰め替えて持って行っています。アースビーズのレスキューオイントメントバームです。これは過去の動画でも何度か紹介したことがあるのですが、旅行に必ず持っていく万能バームです。ツ草エキスのシカが配合されたバームなのですが、乾燥が気になる場所とか虫刺され、あとは炎症が起きている箇所などいろいろなところに使えます。特に飛行機の中で手とか指先の乾燥が気になるのですが、こちらのバームはハンドクリームよりもちょっとオイリーな感じで、かなりしっかり保湿してくれるので重宝しています。あとは子供の小さな傷とかかゆいところにも使えます。次に子連れ旅の個人的お守りアイテムのご紹介です。子供用のサングラスです。これは3歳ぐらいの時に Amazon で購入したのですが、 UV カット機能もついていて安心です。日差しの強い南国やドライブの時に使っています。ケースが一緒についてきていて、メガネ拭きのような素材でできているので、これもサングラスを入れながらふきふきと汚れを拭き取ることができます。子供のものなのでなかなか荒い使い方がされているんですが、今のところ何年も壊れずに使えています。次がシールブックです。飛行機や電車などの暇つぶし用にいつも本やお絵かきセットを持っていくのですが、シールブックはペンが床に転がり落ちる心配もないので重宝しています。我が家が初めて買ったシールブックはこのシールブックのシリーズのアナのもので、飛行機のシールがたくさんありました。空港やフライト中に飛行機のシールを見ると喜んで遊んでくれます。そしてこのシールブックは薄くて軽いので旅行に持っていくのに結構便利です。万が一どこか飛行機の座席とかテーブルに貼ってしまっても簡単に剥がせるので安心です。ちなみにアナのシールブック以外に JAL のシールブックも売られているので、気になる方はチェックされてみてください。次がダーマトグラフです。シールブックとは別にお絵かきセットも必ず持っていくのですが、筆記具はこのダーマトグラフを持っていっています。見た目は芯が太めの色鉛筆なのですが、これは芯が減ってきたらここの紐を引っ張って手でまた新しい芯を出せて鉛筆削りが不要になります。そして発色もかなり良くて、少しクレヨンっぽさもあって描き味がいいので、子供もストレスフリーで夢中になって絵を描いてくれます。最後に昔買って文字通り失敗した旅行グッズが家にまだあったので、ついでにご紹介します。ハンモックタイプのフットレストです。これはハンモックのような形になっていて、座席のテーブルにこの紐をかけて使用するものなんですが、10年前ぐらいにヨーロッパ旅行へ行く時に買って使っていたのですが、あれから月日が経って最近はハンモックタイプはテーブルの足の負担になるから使ってはいけないとネットで見かけて使わなくなってしまいました。そしてネットでの噂だけではなくて、アナなんかはちゃんとウェブサイトにハンモックタイプは利用できないと明記してありました。長時間のフライトでは足置きみたいなものがある方が絶対に楽だとは思うのですが、ハンモックタイプ以外で何かこれ使えるよというものがあればぜひ教えてください。以上になります。いかがでしたでしょうか？結局のところ、旅の持ち物ってどれだけ荷物を減らせるかと、どれだけ旅先でのストレスを減らせるかのバランスですよね。皆さんのこれ旅の相棒ですというお気に入りの便利グッズや
逆に失敗したもの何かあればぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルでは限られた休みで子連れ旅を楽しむ私が旅にまつわる情報やパッキングのコツなどを発信しています。今日の動画が少しでも次の旅の参考になったなと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。またねー。